んにちは、ずんだもんなのだ。今日は前回の続き。実際に使っていくためにサーバーを増強してサーバ数を増やして相互につなぐところまでやるのだ。しかもパーミッションつまりコマンド許可についてはラックパームを使い全サーバで共有。次にインベントリつまり持ち物については MySQL プレイヤーデータブリッジでサーバ間に相互に持ち出せるところまでするのだ。しかも SQL についてまで解説という丁寧さ。妖精の中田さんの大盤振る舞いなのだ。自宅サーバで数人クラフトが開ける予定なのだ。まず自宅サーバに使ったノートパソコンを紹介するのだ。メインに使ったのはこちら FMVA47UWC なのだ。i7-6700HQ という CPU は他のノートパソコンの6世代よりも速いのだ。しかも中古で1万5000円だったのでお安かったのだ。サブの方のサーバに使ったのはこちらなのだ。 VK25TX なのだ。この頃の i5 の3世代はまだ TDP が大きかったので意外と速いのだ。ただメモリがこれ以上増やせないのはちょっと辛いのだ。やっぱりこれも中古で8000円というお値打ち価格だったのだ。当然なのですが Java を動かすのに Windows はもったいないので Ubuntu、Linux をベースに作るのだ。そこで以前の動画を参考にサーバ環境と一番簡単なマインクラフトサーバの作り方をまず参考にしてほしいのだ。では早速続きから始めるのだ。今回さっきの2台のサーバをこのように構成するのだ。一番の目玉は飛行機で桜咲くテラジェネレーターワールドを見下ろすこと。これはかなりリソースを食うのだ。チャンクつまりブロックの生成が間に合わなくなるのだ。そこで一番速いサーバでこの飛行機世界とサバイバル世界の2つのサーバを作るのだ。サーバを2つにする理由はマインクラフトサーバが TPS という単位で EPU の使い方を決めているということなのだ。普通のアプリと違って EPU の優先使用値である内ス値を下げても EPU を全て使う前に1つのサーバはへこたれるのだ。だからメモリの制約をもとに2つにしたのだ。そしてとても軽い低パーというサーバを使うのだ。そしてサブマシンにはメモリの制約上1つのサーバを置くのと人が集まって大げさな操作をしないもの。例えば工場や実験世界、住人の住処を入れるのだ。これらを切り替えてつなぐプロ棋士には実績のあるウォーターフォールを使いメインサーバに入れるのだ。最後にプロパキとインベントリーつまり操作権限と持ち物のサーバ間での共有にマリア DB という SQL サーバをサブマシン側に作るのだ。 SQL はほとんど量がないし遅くても問題がないと考えたのだ。では操作に入るのだ。このマシンはメイン側なのだ。8スレッドの i7 コアなのでかなり頑張ってくれるのだ。この通りメモリは 16GB SSD なので速いけど以前はスピゴットで紹介したので低パーに変更するのだ。スピゴットみたいにビルド操作はいらないのだ。そのまま最新を持ってくるのだ。こうやって簡単にダウンロードしてスピゴットと取り替えるときもバキット系なのでそのまま交換でいいのだ。このように交換してメモリをとりあえず 2GB から 8GB までに指定して起動させるのだ。パッチファイルなんていらないのだ。ターミナルで履歴があるので上ボタンを押せば過去の打ち込みが出てくるしペーパーの PA くらいまで打ち込んでタブキーを押せば保管してくれるのだ。こっちの方が簡単なのだ。ここで前回からバージョンが上がって 1.19.4 にしたのですが
イスファニチャーのハニチャーライブラリが使えなくなっただけなのだ。予想済みだったのでもう使っていないのだ。終わったのだ。これをメインで2つ、サブで1つをすればいいのだ。次はプロキシサーバのウォーターフォールを入れるのだ。これもダウンロードして、まずは JAR ファイルを動かすのだ。説明用に適当なフォルダを作って動かすのだ。プロキシサーバはメモリはこの程度で良いそうなのだ。エンドで終わりにするのだ。コンフィグは AML ファイルで設定するのだ。 IP フォワードを True に、ホストはポート25565に。ここがサーバの記述の仕方なのだ。スタートという名前のサーバをローカルホストのポート25566につなぐのだ。次にリージョン1という名前のサーバをローカルホストのポート25567につなぐのだ。最後にリージョン2という名前のサーバを 192.168X8 のポート25565につなぐのだ。ここで X は A であって本当は数字で、特にあなたのルータが決めてくれると思うのだ。最後にデフォルトのスポーンポイントのプライオリティズをスタートにするのだ。これでこの表の通りつなぐことになるのだ。次にサーバ側の設定をするのだ。まずサーバプロパティズについて、つながれるようにポート番号を設定するのだ。このサーバはサブマシン上なので25565でいいのだ。それからオンラインモードをファルスにするのだ。次にマックスチックタイムをマイナス1にするのだ。保存して次はバキット YML を設定するのだ。コネクションストットルをマイナス1にするのだ。最後はスピゴット YML を設定するのだ。バンジーコードを True にすればいいのだ。以上で終わりなので、止めていたペーパーサーバを起動するのだ。メモリはとりあえず 2GB から 6GB としたのだ。これを3つのサーバですればいいのだ。次にサーバ間移動用のポータルを設置するのだ。このシンプルポータルでできるのだ。通常のプラグインと同様にフォルダに入れてサーバを再起動すればいいのだ。使い方はこのページに書いてあるのだ。このポータルがそれなのだ。このようにポータルでサーバーを移動できるのだ。帰りもポータルで移動できるのだ。次に管理権限を一括設定するためにラックパームズを入れるのだ。ペーパーにはバキットを、ウォーターフォールにはバンジー用を入れるのだ。ラックパームズのコンフィグは EML の SQL 設定はこのようにするのだ。さて次はインベントリの方なのだ。MySQL プレイヤーデータブリッジをここから持ってきて各サーバのプラグインに入れるのだ。 SQL の設定はこの通りなのだ。 SQL の設定で肝心なのはデータベースの名前、ユーザー名、パスワードなのだ。さてここからは YouTube ではなかなか教えてくれない SQL そのものの設定なのだ。前提として以上のような場合で設定する例なのだ。
マシン上にするなどの初期設定なのだ。ルートの初期パスワードはないのでエンターを押すのだ。ユニックスソケットは使わないのだ。ルートのパスワードはローカルマシン内であるけれど英文なのでちゃんと設定するのだ。アノニマスなユーザーは入れないようにするのだ。ルートはリモートアクセスはできないようにして、テストとデータベースはいらないし、これで OK なのだ。次は肝心なデータベースの作成なのだ。はじめは直接このマシンにルートで入るのだ。パスワードはさっき入れたやつなのだ。まずインベントリをつまり MySQL プレイヤーデータブリッジ用のデータベースを作るのだ。データベース名はマインクラフト。ちゃんとできたのだ。次はこのデータベースのユーザーを作るのだ。右上に書いてある通りの名前で作るのですが、ローカルホスト用とローカルエリアネット用の2つを作ることがミソなのだ。だいぶ面倒なのですが1文字でも間違えば動かないのだ。ここでのパーセントマークの使い方がなかなか古臭い感じなのだ。この表記に慣れていないと全くわからないので SQL ってめんどくさいのだ。では次にユーザーにデータベースをアクセスする権限を与えるのだ。なかなかこの記述も SQL っぽいのだ。お試しにつながってるか見てみるのだ。おっとちょっとでもミススペルがあるとこうなのだ。正しくはブランツなのだ。つながっているのだ。大丈夫そうなのだ。外部への接続のユーザーも見るのだ。つながっているのが分かったのだ。次はラックパームズのデータベースを作るのだ。続いてラックパームズのユーザーも作るのだ。間違った。アイデンティファイドのスペルミスなのだ。ユーザーはできたのだ。続いてこれらのユーザーにラックパームズ用のデータベースへのアクセスを承認するのだ。これでいいはずなのだ。見てみて確かめるのだ。ちゃんとできているようなのだ。ルートならこのコマンドで全体が見渡せるのだ。最後にやったことをフラッシュして確実にするのだ。終了は EXIT なのだ。次にこのデータベースが外部からアクセスできるようにするのだ。ナノというエディタを使ってルート権限のファイルの内容を変えます。ここにはデータベースの基礎情報が書かれていますが、バインドが 127.0.0.1 になっています。これはローカルホストです。ここに外からアクセスできるように 0.0.0.0 を加えます。最後はコントロールをコントロール X で書き込み終了です。SQL のサービスが動いているか見てみます。このようにきちんと動いていますね。Firewall のポートを開きます。念のため最後はリブートしましょう。
トしてみるのだ。ラックパームズのユーザーとしてデータベースに入ってみましょう。ちゃんとパスワードが打てたならこのように入れます。おっと、そのコマンドはルートでないといけないようです。このユーザーから見えるデータベースは何でしょう。結果的にちゃんとラックパームズのデータベースが見えています。お疲れ様でした。これでデータベース名、ユーザー名、パスワードを間違えなければ全てはうまくいくのだ。あとはラックパームズできちんとアドミニストレーター、つまりオペレータの権限を整えましょう。ここで使っているフェザークライアントはとても軽く、シェーダーいわゆる影モッドが高い FPS で動くのだ。では、ラックパームズのエディターを開くのだ。エディタとうまくコネクトできたのだ。アドミニストレータはこのくらいの権限を持っていないといけないのだ。Java 版としての説明はこれでおしまいなのだ。中田さんお疲れ様でしたなのだ。まだ何かあるのって忘れそうだったのだ。ここなのだ。ケイサーでベッドロックもつながるのだ。このページに行ってケイサーとフロットデートをダウンロードするのだ。ウォーターフォールのプラグインとして入れたらケイサーの設定をするのだ。ターミナルでこのように打ってベッドロック版のポートを開けるのだ。最後はベッドロック版で動くのを確かめるのだ。おなじみのマイクロソフトランチャなのだ。このベッドロック版を選択っと、名前は中田さんになっているけど、ベッドロックだと外観も変えるのは面倒なのだ。とりあえずローカル内で試験なのだ。デフォルトに引っ張られてここに来たようなのだ。ここはネットからの新規ユーザーのエントリーポイントなのだ。ゲームモードをクリエイトにしていくと、持ち物がちゃんとなくならないかも試験するのだ。どうやらデフォルトユーザーの権限上のポータルは効いているようなのだ。ジャーサーが声しても物がなくならないのかテストなのだ。ちゃんと持ってるのだ。大丈夫そうなのだ。サブのサーバニに行ってもちゃんとポータルも効いてるのだ。さて、権限上のクリエイティブモードにできるかな。できたのだ。全体的には成功なのだ。ただ問題はベッドロック版は拡張性については難しいのだ。特にデータパックで使うリソースパックについては融通が利かないので、飛行機に乗ったりドラゴンに乗るようなことができないのだ。結局ベッドロック版はこれを売り物にして市場原理に任せ、お金を取った分楽しんでほしいという方法に移行してしまったようなのだ。ベッドロックのサーバでもっと融通が利けばそうしたいので、これからも妖精の中田さんは研究を続けるのだ。皆さん、長い間見てくれてありがとうなのだ。これからも研究を続けていくのだ。